美味しい。プロバンスは本当に街にこのプラタナスがいっぱいあって広場にもね、でこの木の下でご飯食べるのよね。そうなんですよ、本当に。そう、それも本当に私たちの旅の中の憧れだって、それがね今ガーデンズでもできるようになりました。自然のパラソル。そう、ナチュラルやね。ナチュラル。本当になんて言ったらいいの？なんて言ったらいいんでしょうね。これ私ね、シェードツリーって呼ぼうと思って、シェード。影の影を作るっていうシェードツリーとか、ジャイアントパラソルって。なるほど、ジャイアント。ね。なるほど。ね。で、いいじゃんね。はい。冬が来たらもう日がね、入ってくれるように葉っぱを落としてくれて、夏はこの大きな葉っぱで、こんなに日陰を作ってくれて、もう本当に日本がどんどん暑くなってるから、こういう風なね、木をね、ちゃんと植えといてね、よかったなって、もう今更に思います。プロバンス行った時も、私イギリス行ったら、もうそうなのよね。雨が降っても雨宿りをこの下で。そうそう、してました、してました。羊さんがさ、この下でみんな雨宿りで寄っていって、私たちも寄っていったよね。計算してここに植えたんですか？いや、シェードツリーっていう計算は、少しはあった。でもこのテーブルの下でお茶が飲みたいなということと、部屋の中から見た時の見えがかりで、これをちょうど芯に持ってこず、外のこの枝をお部屋から見せたいなっていう両方の視線からこの位置に植えました。すごくいい。ね。本当にいい。本当に。もうこんなに暑いと皆さんに言ってあげたいよね。本当ですね。シェードツリーをね、植えませんかって、みんなね、木大きくなるから嫌だとか、そう、葉っぱが落ちるのが嫌だとかね。もういろいろ嫌だって言いますけど、暑い方が嫌だよね。これを一回感じてもらいたいですね。そう。ね。なんか、避暑地に行かなくても、そういう、ちょっとリゾート的な、なんていうかな、お家の中で感じられるなと思いますね。本当にプロバンスは7月に行ったよね。行きました。で、すっごい暑かったよね。で、朝の服を着て、日陰に入った途端、本当に暑さが温度がスッと変わりますもん。で、なんかでも蒸散とかいろいろするために3度ぐらいはこの辺りを低くしてくれるのね、木の。そうなんですね。はい。木はそういう役割もあるみたいよ。お水もあげるから、この下もね、乾いてないし、あとさ、ブドウもそうだったよね。そうそう、ブドウ、プロバンスでもブドウあったし、イギリスでも、B&B が、中ね、ブドウを全部してるとこもあったけど、フランスでは軒のない家ばっかりだったから、西側のところにアイアンでパーゴラをみんな家につけて、そしてブドウを這わせて軒代わりにして日よけにしてたよね。自然なものでの日よけなんですね。海外はね。日本も今ね、お屋根がね、長く伸びてない家が多くて、本当に家の中に直射日光が入ってくる家が多いと思うんだけど、そういうところもね、こういうシェードツリー使ったり、パーゴラをして、ね、うちも今、満開ですけど、ぶどうが満開っておかしいね。そう、ぶどうで、ぶどうで日陰を作ったり、そういうことをしたらいいなと思いますね。植物の力を借りてですね。そうね。で、自然にっていうか地球にも良さそうですよね。そう、その通り。この心地よさはね、ぜひここで味わってもらいたい。またプロバンスにも行きたい。行きたいですね。行きたくなっちゃった。行きたい。そう、もうね、時間がね、ゆっくり流れるんですよ。プロバンスっていうところはね。はい。お昼ご飯をゆっくり食べて、こういう木の下で。で、風が心地よくて。で、時計見ても全然時間が進んでないんですよ。本当に。一日がすっごい長かったですね。もうゆっくりゆったりとした時間が流れていて、もう今まで旅した中で一番一日が長かった。長くて大変じゃないのよね。もう心地よい一日。まだ12時半とかね、まだ1時半とかってみんなが言ってたよね。
うん。本当に懐かしい、この木の下にこうやってやってて、ね、もっとね大きいんだよね。大きいです。もう外国の本当に背が高いですね。そう、プラタナスはもう本当に背が高くて、10メートル、20メートルぐらいですよ。そうあるね、10メートルはあるぐらいのね。本当太くなりましたね。これで何年ぐらいですか？何年だろう。ここのマーケットができてやから10年ぐらい。そうですね。10年でこんなに大きくなるんですね。ね。お客さんでも何人かいますよ。プラタナスこれを見て、これ見てでしょ。そう植えたいって言って同じようにこんな風にしたいって言って植えてあげたお客さんいます。私も。じゃあみんなこういう風に、そう憧れて下でお茶で来てるのかな。あとこれプレゼントボックス。冬に果肉とか入れたりしたやつですね。こうやってこの時期は蚊取り線香にも使えるって。去年これ蚊取り線香してましたよね。今年はこの子蚊取り線香なんだよ。これビーグリーンの新しい鉢ですよね。鉢に置いてるか。ちょっと持ってきましょうか。これなんかビーグリーンの商品なんですけど。入ってる。そうなのよ、そうなの。これね、何に使うんですかって聞いたら、それはもうご自由な発想でって言われたんだけど、これ蚊取り線香が中にも実はガーデンズの中にいっぱいあちこちに置いてあるんだけど、全部蚊取り線香におすすめ。あとね、もうポンと鉢ね、買ってきたものポンと入れてもいいんだけれども。つきましたね。で、これをこう入れたらいいですか？そう。いい感じ。いい感じよね。これだったらお庭の中に置いといてもおしゃれだし、蚊取り線香が入ってるのが、もうじきね、煙が少しになったらわからない。で、私ね、一昨日来たお客さんに言われたのよ。ガーデンさんの蚊取り線香って、中身もおしゃれって。蚊取り線香の？みんなね、緑とかなんですって。そっか、緑です。そういえば緑。で、昔ながらの蚊取り線香の香りがしてて、いい香りじゃないですか。で、スタッフにね、何使ってんのって聞いたら、私もびっくりなんだけど、この入れ物は見せたくないぐらい、おしゃれじゃないの。これ、アース。ほら、読んで。本当だ、アース渦巻き香。でも、これ、高級香。本当だ。極上のキャラの香りって書いてます。そうでしょ。で、プロプレミアムって。効き目最強ってなってる。アース渦巻き香。そう、だから市販されてるもので皆さんが手に入る。最強です。その上香りもいいんですか？そう、高級香って書いてるじゃん。6メートルも。これの宣伝です。6メートル？半径6メートル。すごいね。できるんですって。じゃあこれをあちこちにガーデンズはもう店中置いてて、いい香りがしてるんですね。だから、皆さんも緑の昔ながらの効きそうな気分にはなっていいんだけど、最強です。これをこうやって置いてたらわからないですね、本当に。そう。ね、これはクマちゃんが葉っぱが綺麗な、ね、ヨーロッパブドウをここに入れてくれたのよね。こういうふうに鉢カバーみたいな感じで使ってもいいんですよね。いい。ね、私なんか冬になったら蚊取り線香はもう使わないから、キャンドル？そう、キャンドル入れたらここから光が漏れてきていいね。それもいいんじゃないかなと思いましたね。使い方はじゃあ自分の工夫次第で使えるっていうやつですね。すごいよね、穴がバッと綺麗に開いてて。ね、重ねておいても2つ置いても可愛いし。そっか。こう置いて。そうやっても。冬、中にキャンドルが3段ぐらいになって置いても可愛いかもしれないですね。そういう使い方もいいかもしれないです。ね、ビーグリーさんの商品面白いよね。こういうね、ちょっと鉢の下に高さを上げるものもあって、この子はその上にちょっと置いて高さ上げてるんですね。こんな感じね。ホットフット的にの高さがちょっと上がるっていう感じで思えばいいですかね。いいと思いますね。はい。これいいですね。ちょっと今のところ。下でもいいよね。こう置いてても。でもなんか上に置きたい気分になるね。まあね。これいっぱい新商品があって、これまだ今開発中で、まあプレーンな
ポットでも、まあ鉢がねちょっと上がっただけでも空気が根っこに入っていっていいんだけれども、こういう今私がちょっと考え中で、ポンと置いたらちょっとアクセサリーおしゃれできるね。人で言ったらちょっとねアクセサリー的なことで今これも開発中で考えているところです。そうですね。はい。考えるのも楽しい。ね。おしゃれしてあげたくて、植物たちに。もう植物を育てる楽しみもあるけれど、やっぱり飾ったり心地よい庭を空間にしていくっていうのもこれからは大事よね。インテリアの一つのようですね。同じような感じですね。お庭はね、お部屋のように作るっていうのが、まあ私のキャッチフレーズでもありますけども。で本当お外の部屋と思ったら、こういう小物とかも欲しくなっちゃうし、置きたくなっちゃうし、ね、それがあるかないかでちょっとお庭の雰囲気とかなんか変わってくるので、おしゃれ感。そうですね。はい。まあ実用性と両方兼ね備えていいんじゃないかな。このぶどうね、もう実は25年前に植えて1回移植したのね。でもちっちゃくなったのにまたここに来てどうだろう、15年経たないかぐらいかな。どんどんすぐすぐ伸びてきて、こっちのシェッドの方まで来ましたね。で、上は屋根張ってあるので光だけが入るので、もう本当に綺麗な状態ですけど、花粉がね、やってくるのね。そして葉っぱがレースになっちゃうのよね。もう花粉を見つけたらお湯払わなきゃいけないんですけど、今年もたわわに実をつけてくれています。なんか私たちは食べるというよりは、こう実ってきて、最初緑のねちっちゃい子が膨らんできて、大きくなって、それが徐々に茶色にこう色がね変わってくる変化を見たり、そういうのがとっても幸せなのね。それで育てて、もう食べるというよりはこのまままた種もあるせいもあるんだけれども、干しぶどうになっちゃうね、いつもね。今日はね3時にこれを食べたいなと思っています。これも本当にさっき言ったプロバンスではシェードの役割をぶどうもしているということで、私ももう一箇所ワインが好きだからシャルドネを、別にシャルドネ育ててるからといってワイン作るわけじゃないんだけれども、実を見ながらワイン飲むのは楽しいなと思って作っていますし、さっきあったくまちゃんヨーロッパぶどうね。そうですね。はい。ヨーロッパぶどうっていうのも葉っぱが銅色で、もう本当に同色した実がなって、それもすごい美しいので、私たちはおすすめ今してるぶどうです。ね、本当に長く大きくなったよね。やりましたね。ね。で思い出すよね。グレープバインホテルよ。そうです。コッツウォルドで泊まるところがなくて、で行った B&B の人があそこが空いてるかもって言ってくれて連れて行ってくれたよね、ホテルまで親切に。まあ今日今晩泊まるとこないって言ってたら、すごかったですね。そう若い時は無謀だったね。ホテルも決めずにレンタカーだけ借りて、行った先で、そうあの頃インターネットがさこう今ほど使われてなかったから、もう行ってその場でピンポン押して B&B に泊めてくださいって言ってた時代だったでしょ。米韓市って書いてるところそう、米韓市ね。で、連れて行ってくれたところがグレープバインホテルっていう名前だって、で、ベッドのカバーも枕もクッションも全部グレープ、ぶどうで、で、レストランの中はお部屋なんだけど、屋根の上から天井にこうぶどうがね、こんな風になってる下でお食事したよね。それもいい思い出。他のね、美味しいぶどうもマスカットとかもいろいろあるんだけど、実が大きいと葉っぱもね、すごく大きいのよ。そうですよね。大きいですね。うん。でもまあ次作るんだったら黒いぶどうを作りたいな、私。実が黒いやつですか？黒いぶどうを作ってみたいなと思っています。どこかね、パーゴラ作れるところができたらの話ですけど、こうやって夢がどんどん膨らんでいって、またそういう機会がね、なぜかこう訪れてきて、
で育てることになる。その繰り返しよね。そうですね。もうここは皆さんにとっておなじみの場所だと思うんですけれども、本当にこのえのきさんが大きくなってくれて、もうお部屋の中も直射日光が入らないし、目隠しね、お向かいさんの2階からの目隠しにもなってるし、お庭に行ってくるとパラソル不要ですよね。だからここでガーデニング教室したり、お茶を飲んだり打ち合わせをしたり、夏でも風が通ってると全然大丈夫です。もうこれ本当にビッグパラソルって呼びたいですね。だからこういうね、やっぱ一本立ちがいいよね。株立ちで作るとちょっと狭くなるじゃないですか。木が下の方が面積取るので、さっきのプラタナスもそうだけど、一本立ちがいいよね。傘立てたみたいな感じね。そういう形になればいいんじゃないかなと思います。